後ろ姿がもう川久保社長なんじゃないかなっていうぐらいの雰囲気を漂わせてるんですよねこれ。僕がコム・デ・ギャルソンにドハマりするきっかけになった最初の入り口なんですこいつ。皆さんいかがでしょうかこの靴。はいはいはいどうもいい声出ました。いい声出ました。今日はあれですよ、珠玉の5選なんですけども、横チルくんです。こんにちは皆さん首藤レイチャンネルにお邪魔しました。よろしくお願いします。横チルくんは冬だよね。スナップで撮らせてもらって、そうですね。そこで素晴らしい人に出会ったということで、改めてどんな方かっていう、改めじゃあいいですか、お願いします。自己紹介して。お願いします。ちょっと知らない方いらっしゃると思うんで、名前が横田太平と言います。あ、そうなの？あ、そうです。太平くんなんだ。そうです。で、1993年生まれ、高知県四万十市に生まれました。はい。高校卒業まで四万十市田舎で暮らします。はい。で、大学広島行きます。就職で東京来ます。はい。で、3年伊勢丹で働きます。販売員として。スーツ、革靴、若いブランドのクリエイターブランドを1年ずつ経験して、コム・デ・ギャルソンで5年間働いて、今にいます。なるほど。はい、ざっくりこんな感じです。ギャルソンのイメージすごい強いじゃないですか。はい、でも伊勢丹に入ったってことはめちゃめちゃファッションの中でエキスパートなんですよ。だから今なんだファッション診断みたいなのもやってるじゃない。やってます。YouTube でやってるんですけどペラペラな言葉で診断してますよ。でも TikTok とかでも結構活躍されてますか。あ、そうだね。いや、よく知ってますね、明下。YouTube もそうだけど TikTok がすごいんですよね。 TikTok が跳ねましたね。だって私がスナップ撮らせてもらう時もちょこちょこ横チルじゃねっつって、そうお願いしますみたいな感じの時もいてあ、人気なんだなーって。そうそう、ざわざわざわってなってた。意外嬉しいのが、でも服興味ない人からもよく声かけてくれるんですよ。へー。それがめっちゃ嬉しいですね。あ、俺刺さってんだそっちの層に。ファッションの伝道師ですよ、いわば。いやそんな偉そうに語れる。その伝道師の珠玉の5選を持ってきてもらいました。こういう感じでございます。なんかエピソード重視のものとインパクトのものをちょっと混ぜてみた。ちょっと混ぜてみましたね。インパクトっちゃこっちとこっちですよね。マンションの下までお迎え行った時にこれで歩いてきた時、私びっくりしますもんみたいな。じゃあ最初はどこから行きましょう。じゃあここから行きましょうか。はい、はい。これはコム・デ・ギャルソンのオムプリスのワイドショーツ、2017年の春夏、僕がコム・デ・ギャルソンにドハマりするきっかけになった最初の入り口なんです、こいつ。へー。それはどこで見かけたの？これは最初は雑誌で見たんですよ。カラーっていうブランド知ってます？カラー、もちろん。それ好きでよく着てたんですけど、就職で伊勢丹入ります、で仕事着スーツだから、なんか私服に対する上っていうのがすごい年々強くなっていって、で刺激をなんか日々求めるようになってた時だったんですよ。2016、17年カラーがだんだん物足りなくなって、で新宿の紀ノ国屋書店に行って、ちょっと雑誌を見てたんですよ。あれ、この雑誌見たことないなと思って雑誌を開いたら、そのオムプリスの特集がやってて、でその時にこのストライプの、なんか PVC 裸の王様っていうのがテーマで、で PVC をめちゃめちゃ着てたんですよ。ビニール、嵐が着てたようなコンサートで、ああいうビニール、でこういうストライプの素材のなんかシャツのコートに、ビニールをドッキングしたようなコートとかを着てて、でうわ、これかっこいいと思って、すぐさまなんか丸の内に行ったんですよね。本店じゃなくて、青山の本店じゃなくて丸の内になんか行って、でこれ展示だけ、いわゆるそのサンプルだけ売ってはないやつで、じゃあこのワイドショーツ欲しいですってなったら、うちオーダーしてないんですってなって、青山の本店にじゃあ行ってみようって言って、で青山本店に行ったらこれがあって、でこれを買いました。探しに探してっていう。そうです。ドハマりするきっかけになった最初のストライプのパンツだけじゃ満足しなくて、でなんかビニールも欲しいなと思って、ビニールのコート、それも買いましたねそれも買いました、ビニールのコート。これ買ったのが社会人2年目、伊勢丹の2年目の時で、その次の年にコム・デ・ギャルソンを受けて入社しましたね。伊勢丹ってこういろんなブランドをこう扱ってるから、
変な話、自分がそんなにおすすめしたいと思ってる服を、やっぱ外面装って売らなきゃいけないんですよ。まあそうね、そうね。そうじゃないですか。それがちょっと苦痛で、俺に向いてなくて、じゃあ本当にかっこいいと思ってるものを売りたいってなって。いい、なんか横チルくんになる前夜を知れた感じがします。じゃあ次はこれです。黒いパンツ。黒のテーパードパンツ。一見普通の2タックのテーパードなんですけど、1994年生まれのパンツなんですよ。はい。でコム・デ・ギャルソン・オムっていうブランドなんですね。でこれを入社30年以上の大先輩の方から譲り受けまして、横田昔のオムとかプリスのパンツいるかって言われて、いただいていいですかみたいな。でいただきました。このパンツを一緒に働いてるその青山の先輩。青山のその大先輩から。その人はなんで横チル君にこう渡そうとしたの？いやなんか俺がめっちゃ買ってるからじゃないですかね。なるほど。で自分で着なくなったしみたいな。そうですそうです。この時のコム・デ・ギャルソン・オムが田中さんっていう方の世代で、爆笑問題の田中さんのご兄弟の方がギャルソン・オムでやってたっていう界隈では田中オムって呼んでるんですよ。田中オムって呼んでるんですよ。でその時のパンツですね。田中オム時代。はい、履き続けてますこれ。アイロンかけたり。先輩も嬉しいじゃないですか。嬉しいと思う。ちゃんとついでくれたってことだもんね。しかもなんか今日家に持ってきてくれる時に服の保存の仕方が超。持っていいですよ。いやこうわざわざこういうのに入れてきてくれて、多分家でもこういう風に保存してあるからじゃないですか。じゃないとこう持ってこないじゃないですか。そうっすね。なんかあんまりでもビニールは、呼吸しないから良くないって言われるんですよ。だからこういうなんか天然系のレザーのものとかは風通しのいい、こっちね、こういう不織布に入れて、なんかポリエステルとかナイロンの化繊系はなんかこうビニールとかに入れて、まあ一応保管してるっす。豆知識、これ言うと結構喜ばれるんですけど、なんか1年目の時に文化でスーツをやってた子から教わった情報なんですけど、この吊るし方、逆に吊るしてます。でこっちに重さがあるから、重力下に行くじゃないですか。だからシワ伸びるんですよ。この状態でかけるよりかはもうこの状態でかけて置いとくと勝手にシワが伸びていきますんで。はい、じゃあ次またすごいのが出てきましたが、このレザーコート、ルイスレザーとコム・デ・ギャルソンのコラボのレザーコートです。ここまでは見ることあるけど、そこなんです。まず青山店にしか売ってないんですよ、ルイスレザーが。青山オリジナルっていうラインがあって、コム・デ・ギャルソンに。でそっから出てるコートなんですけど、レザーを着たことがなくて、僕今までこれを買うまで。そうなんだ。初めてのレザー、そしてコートっていうのもあって、ギャルソン入って1年目の2019年の秋冬コレクションの初日に入ってきたコートだったんですけど、ボーナス一括かなんかで切って、クレジットを切って、どうしても欲しかったんだ。そう、これ着たら最強になれるかなと思って、今値上がりしてるかどうかちょっと分かんないんですけど、32万円なんですよ、こんだけ使って。税抜きですよ。そんなもんなんだ。そうでしょ。思います。海外のブランドだったらここだけで50とか平気でいくじゃないですか。でもこれで32万だから。何側ですか？これ馬っす。馬。コースハイです。裏地の赤もやばいですね。よくないですか？これ締めるとこれを着て、ここちゃんと締めて、いい。これよくないですか？この後ろ姿といい、ウエストちょっと絞って、ちょっと広がったこの感じ。このシルエットがすごい美しいね。美しいんですよ。後ろ姿がもう川久保社長なんじゃないかなっていうぐらいの雰囲気を漂わせてるんですよね、これ。合ってますね。醸し出してますね。そうなんですよ。なんか匂い立ちますもんね。レイさん来たらしてみてください。いいじゃないですか。いいね。素晴らしい。こんなかっこいいですね。かっこいいですね。かっこいいね。で一番単価がやばいのがやっぱルイスレザーなんですよ。そうだよね。怖くてやっぱ接客するときに着てないと。そう自分がこう自分の言葉で説明ができないからやっぱりだからちょっと着ときたいなっていうのはあって、この販売員の鏡のようなこと言いました今。このコートが面白いのが、なんか
ルイス・レザーって多分知ってる方は知ってると思うんですけど、背中にペイントしたレザージャケットが有名なんですよ。デザインを付け加えてらしさを表現してるんですよね、ギャルソンらしさを。でもこのコートはなんかもうパタンナーさんがギャルソンの、もう一からパターン作って、社長と駆け引きして、で一からオリジナルで作ってこの形にしたっていうのが、なんかめっちゃ特別だなと思って。あえて描かないとギャルソンらしさを。そう、デザインじゃなくてコートのこの形で、シルエットでそうらしさを表現してるんですよ。それでちょっと自己肯定感上げてましたね、本当に。そして去ることながらこの2つ皆さんお待たせしました後ろの方にチラチラ見えてるのは何だろうっていう。そう説明しろよって怒ってるかもしれない。もう飛ばしてるかもしれない。ダブルタップして視聴者が。じゃあこっちからいきますか。こっちからがいいですか。はい。これが、見たら分かる通り皆さん尖ってるブーツです。これもコム・デ・ギャルソンのオムプリウスっていうところから出てて、2015年の春夏に出たんですよこれで。僕が入社したのが2019年の時で、いやもうこれ巡り合うことないんじゃないかなって思ってたんですよ。でそんな矢先に六本木ミッドタウンのコム・デ・ギャルソンにアーカイブコーナーっていうのがあって、アーカイブコーナー、昔のちょっと出しますね。そうそう、この靴があったんですよ。買いに行きましたね。行くしかないみたいな。もう休憩中に一息なんで、表参道から乃木坂まで一息だったんでちょっと買いに行って、でちゃんとなくなる前にそうです。で担当さんとその店長さんにもちょっと許可いただいて、これ買わせていただいていいですかっていうので、もうずーっと頭の中にあって狙ってたわけだ。狙ってましたね。でもないだろうと思ったらもう諦めてました。皆さんいかがでしょうか。この靴これで現れた時びっくりしましたよ。すごいですね。だからご自宅から歩いてこられたってことですね。そうです。これショートパンツとすごく相性いいんで。確かに確かに。これ長ズボンで隠しちゃうとなんか面白くないんですけど、なんかこういう形のあるショートパンツで合わせたらすごく黒に革命を起こしてくれるんで。今日も上でコム・デ・ギャルソン。もうはい。じゃない時ないよね。ない時ないですね。最後こちらはこれもコム・デ・ギャルソンのメンズオムプリウスっていうところから出たランドセルです。デザインもはちゃめちゃにするわけでもなく、シンプルにランドセルとして消化させた、何もひねらない。何もそうなんです。だからこれをファッションで取り入れたら面白いんじゃないかなと思って。これはいつのもの？2022年の春夏、なんか花の時に、花のシーズンだったんですよ。その時に一番最後の納品で入ってきたランドセルで、絶対誰も知らないだろうなと思って。そうだね。誰も持たないし、誰も今後スポット当たらないかもしれない。じゃあ俺が、行くしかないと。もうやるぜっつって。今日はだからこれも背負ってこられた。そうです。で、そうよね。これが好きです。こういう片っぽだけこんな感じで、普通に T シャツデニムで羽織るとすごく思んないんですけど、なんかこういういびつな、なんかギャルソンのファッションで着た方が、あえてマイルドになるんじゃないかなと思って。こういう？いや小学生みたい。小学生。ランドセルはこう背負ってませんでした？背負ってました。こうやって当時そうずーっとここに手を当てて。結構中入る？中入りますよ。ただ取り出すのはめっちゃ面倒くさいです。これバックルなんで。マグネットを買った。私もバシッてやってた。そうなんですね。コム・デ・ギャルソン風って。そうです。それはすげえ。だから今日は機材を入れて。なるほどなるほど。そう実はこれから私横チルチャンネルに出るんですよ。それの機材です。もし将来お子さんとかいたら渡したいですね。そうだよね。お前大事にしねえとお前地獄に落とすからなっつって。確かにちゃんと圧力かけて渡します。小学生からオムプリウスデビューしたらえらい話になるよ。墓場まで持っていきたいっていうのもありますけどね。この企画ですからね。そう、珠玉の5選、墓場まで持っていきたい珠玉ですからね。いやでもいっぱいある。まだ墓場に持っていきたいのいっぱいある。まだ。はい、お疲れ様でした。面白かった。横チルくんの感じが 100% 伝わってきましたよ。わあ、嬉しい。いい回だね。いい回でした。だって本当いろんなすごい著名人の人がもう紹介だこうでやってるじゃないですか。やってる。でも横チルくんのは一番癖があると思います。
はい、横ちるくんの珠玉の5選なんですけど、皆さんどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。いつも見るやつ。